皆様、自転車してますか？ジャパンサイクリングルートです。本日の道は伊豆大島2日目最終日です。2日目は御神火スカイラインを自転車で登り、三原山山頂口まで行きます。その後は東京大島カメリア空港でタブチンさんと合流し、元町地区で2日目の夜を過ごします。最終日は元町空港からスタート。各施設を巡りながら伊豆大島を一周します。チャプターリストも用意していますので、施設情報のみご覧になりたい方は概要欄をご確認ください。それでは伊豆大島の2日目と最終日をたどっていきます。伊豆大島は東京都心から南へ約120キロの海上に位置する伊豆諸島最大の島です。島全体が活火山で、中央部には三原山と山頂カルデラがあります。島の北側には岡田港、西側には元町港があり、船の出版港は当日の海況などによって変わります。三原山山頂口を目指し、元町側から御神火スカイラインを登ります。道中では大島町メモリアル公園へ立ち寄ります。2013年10月、台風26号による記録的な大雨によって伊豆大島では大規模な土砂災害が発生しました。大島町メモリアル公園はこの災害の記憶を後世へ伝え、犠牲となった方々を追悼するとともに、災害から得られた教訓をこれからの防災へつなげていくために整備された場所です。祈りの広場には平成25年伊豆大島土砂災害慰霊碑が建立されています。自然に囲まれた島で暮らすことは、その恵みとともに災害の危険とも向き合うことを意味します。起きた出来事を忘れず、同じ被害を繰り返さないために記憶と教訓を残し続ける場所です。御神火スカイラインは元町側から三原山山頂口へ続く道です。今回は自転車で山頂口まで登り、そこから歩いて外輪山展望台へ向かいます。三原山は伊豆大島火山の山頂カルデラ内に形成された中央火口丘です。外輪山展望台からはカルデラと三原山を見渡すことができます。三原山周辺では1777年から1778年、1950年から1951年、1986年の噴火による溶岩や噴出物を確認できます。今日やばいっすね、天気が良すぎるなって。それはそう。大島マジでめっちゃいい場所だね。まず信号ない、路面きれい。止まらない。今んとこマジガタガタなかった。伊豆大島の最高地点は1950年から1951年の噴火で形成された標高758メートルの三原新山です。おはよう会で挨拶して終わるときはジャーニーでいいんじゃない？ジャーネーをちょっともじって。まあでもいいかも。じゃあ明日も楽しんでいこうね、ジャーニー。ああ、いいね。
裏側は。草屋が臭すぎて銀歯が外れた。三原山を後にし、東京大島カメリア空港へ向かいます。あれできたの？ここで空路で伊豆大島に到着するタブチンさんを迎えます。操縦士とタブチンさんだけ。自転車はどこだって話。いやもう雨降って、あ、タブチンさん今到着時間だって分かりました。9時20分だって。東京大島カメリア空港は島の北部に位置する東京都営の空港です。調布飛行場からの所要時間はおよそ25分。夜行線や高速ジェット船とは異なる移動手段で東京と伊豆大島を結んでいます。トムズサイクリングとジャパサイでお願いします。ここでタブチンさんと合流し、4人で元町へ戻ります。この宿行くまでに雨降ったら、私はもう今日のライドは終わり。今日編集。編集やるんだ。編集。偉いね。雨なので昼食は元町港近くの喫茶酒場鍋吉へ。いや1時ね、まだ1時。いやだってここで取れなかったらまた来たらいいじゃん。昼はカフェ、喫茶店、夜は酒場として営業する飲食店です。酒飲みたくなっちゃうよ。何なんですか？午前中で11時だけど最高。喜びを表現してください。イェイ。お疲れ様でーす。あー、うまっ。お上品の見方が確かにそれてる。初めて見たわ。なんだ CM 来ない。CM 来ない。優勝です。こうでなくちゃやっぱ。島の魚と島唐辛子を使ったべっこう丼などを提供しています。今回はべっこう丼とハワイアンべっこう丼を注文。料理に合わせてそれぞれビールもいただきました。食事の後は元町港千客待合所へ。島の西側にある旅客ターミナルで三原山噴火時には火山弾に対応する避難施設としての機能も備えています。やばいです。見てこれ。だから本州。やば。日の入りを見届けた後、2軒目は元町地区の海幸へ。L 字型のカウンターを備えた和風居酒屋で、地元で採れた魚料理や野菜料理が並びます。今回は
刺身の盛り合わせと天ぷらを数種類注文しました。店を出た後は宿へ戻り、伊豆大島2日目の夜が更けていきます。危ない危ない。最終日です。タブチンさんと鈴成さんはここまでの疲れを考慮して少し長めについて、じゃあタブチンさんがさ食べきったと思ってさ。でも鈴成さん白米多分大盛りであと2杯ぐらい食べないとなくならないでしそう、めっちゃあったわ。ょ。よろしくお願いします。2人とはルートの途中で合流することになりました。まずは竹内くんと2人で伊豆大島を巡ります。最終日のスタート地点は島の西側にある元町港です。ここから海岸沿いを北へ進み、伊豆大島を時計回りに巡ります。元町港から海岸沿いのサンセットパームラインを北上します。この日は風が強く、海上には白い波が立っていました。途中で通過する赤っぱげは約3400年前の噴火で形成されたスコリア丘です。高温のスコリアが空気に触れて酸化したため、断面は赤サビに近い色をしています。何ここやば。海沿いの道を進み、東京大島カメリア空港近くの牧場エリアへ向かいます。東京大島カメリア空港近くにあるアイランドファーム。大島牛乳の生産に関わる乳牛が飼育されており、この日は飼育されている乳牛を見ることができました。隣接するブラッドハウスは、島内の生産者による野菜や花、牛乳、バターなどを扱う農産物直売所です。大島牛乳を使ったソフトクリームや、季節の果物や野菜を使ったジェラートも販売されています。でもお続いて千頭の切り通しへ。大島一周道路から脇道へ入ると、両側に根を大きく張り出した2本の巨木が現れます。細い道と木の根が作る独特の景観から、サイクリストの中でも有名な撮影場所として知られています。都立大島公園にある椿資料館へ。ここで草屋食わされてめっちゃ臭くてびっくりした。伝説の草屋を食べて銀歯が抜けた事件。1989年に開館した椿に関する展示施設です。
館内では椿の品種や開花状況のほか、椿に関する美術工芸品、江戸時代の絵巻、百鎮図の複製などが展示されています。椿祭りの期間には開花した椿の展示も行われます。大島公園を後にし、大島一周道路を南へ進みます。痛いね。大島一周道路の上りが一段落する付近で、脇道の月と砂漠ラインへ入ります。月と砂漠ラインは裏砂漠の展望地点へ通じる全長およそ 3km の細い道路です。終点の駐車場へ向かってここからさらに上りが続きます。道路の終点からは自転車を降り、徒歩で裏砂漠へ向かいます。これ通れんの？普通は。あんまり通れない。あ、そうなんだ。月と砂漠ラインの終点から歩き、裏砂漠へ向かいます。裏砂漠を含む山頂カルデラ内は、富士箱根伊豆国立公園の特別保護地区に指定されています。火山監視や緊急時に使用される車両を除き、自転車を含む車両の乗り入れは禁止されているため、ここからは歩いて進みます。裏砂漠は三原山と北東側に広がる火山灰とスコリアに覆われた地域です。国土地理院の地図では、日本で唯一砂漠と表記されている場所です。ただし、乾燥した気候によって生まれた一般的な砂漠とは異なり、火山の噴出物と強い風によって作られた火山高原です。伊豆大島では南西からの風が多く、噴火による噴出物は火口の北東側へ厚く堆積してきました。噴火していない時期にも強い風や雨水によって地表が動き続けるため、植物の種や芽生えが定着しにくく、黒い景観が保たれています。かつてはより細かな砂のような噴出物に覆われていましたが、1986年の噴火によってこの周辺におよそ20センチから60センチのスコリアが堆積しました。植物の定着を妨げる要因の一つだった火山ガスの放出は1990年代の初めに止まりました。現在は風を避けられる場所などから少しずつ植生の回復が進んでいます。かつてカルデラの北西部には表砂漠と呼ばれる砂漠地帯もありました。しかし1950年から1951年の噴火による溶岩流で大部分が覆われ、かつての砂漠景観は失われています。
この日の工程の半分を超えたところで鈴成さんと合流。もう一回敬礼お願いしていいですか？合流じゃない。やばいです、鈴木さん。あまり時間がありません。いいの？大丈夫？あー、いけてるよ。すごいいけてるよ、すずちゃん。すずちゃんすごいいけてるよ。いやーあ、この画角の端にするから鈴成さんがすごい伸びない入ってきた。サイクリスト誰も言ってない。そう社長すごいっすよ。さらに数分後、タブチンさんも追いつきました。ここからは4人で伊豆大島を巡ります。月と砂漠ラインを下り、島南東部の筆島展望台へ向かいます。沖合に見える筆島は数十万年前まで活動していた古い火山の一部です。可動で固まった硬い岩が波や雨の浸食に耐えて残り、筆の穂先のような形に見えています。この構え。私の影映っちゃう。なるほど。私もこっちでダンシングしたんですよ。そうかっこよかったらしい。すごいすごい。私は別にそんな意識してない。かっこよかったらしい。世間の噂だとかっこよかったらしい。自分は無意識だけど。あの下の港に降りてきますよ。羽生港地区の宇外商店へ。精肉や食料品を扱う地域の商店で、コロッケなどの揚げ物は注文を受けてから店内で揚げられます。近くには野口宇城が作詞し、中山新平が作曲した童謡「羽生の港」の歌碑があります。ここではタブチンさんが曲を流し、歌碑の前で一休み。この曲は島内で夕方に流れるチャイムにも使われています。なんかめっちゃいい人撮れちゃった。何の歌だろう。なんか民謡っぽいな。エグザイルかな。続いて島の南西部にある地層大切断面へ。
道路沿いに高さおよそ30メートル、長さおよそ630メートルにわたって火山噴出物の地層が露出しています。スコリアや火山灰と噴火が起きていない時期に形成された土壌が重なり、縞模様を作っています。地層が波打って見えるのは褶曲ではなく、起伏のある地形を覆うように噴出物が平行に堆積したためです。今回は東海汽船の高速ジェット船で島を離れます。東京・竹芝までは最短およそ1時間45分です。海のお弁当屋さんで夕食を購入し、船へ乗り込みます。それでは本日のライブもここまでです。今回は伊豆大島の2日目と最終日を巡りました。伊豆大島は自転車で一周できる距離の中に海岸線、火山地形、牧場、集落、そして地域の商店や飲食店が点在しています。三原山や裏砂漠を組み合わせ、立ち寄る場所を変えることで様々な巡り方ができる島です。一周することで島の輪郭が見え、立ち止まることで火山とともに続いてきた暮らしが見えてきます。それではまた次の道でお会いしましょう。皆様、良き自転車ライフを。早い。最高だね。3分できるかもしれない。さあタイムトライアル。で用意スタートだね。ちょっと待って。はい、位置について用意スタート。わあ、早くもロスが出てます。早くも紐解く。あ、やばい。あ、やばい、ロスがすごい。さすがロスに行くかもしれない女、ロスがすごい。シナリオ会、頑張れシナリオ会。内側一つのミスが炎上につながります。気をつけて輪行するんだシナリオ会。大丈夫か。この場所は果たして炎上しないのか。大丈夫か。
お、早い早い早い、すごい。あの手で回す技術は初めて見たぞ。すごいぞ、鈴なり妖怪。すごいです。すごい。すごい、旅人はミニマリストだ。あんなちっちゃい六角で回してますよ。すごい。あ、もう終わる。もう終わるぞ、鈴なり妖怪。今2分53秒、2分55秒です。間に合え。おお、すごい。すごい。おお。3分10秒です。素晴らしい。最初のあれがだけでもうこれ果たしてこれで終わりってこの状態で。はい、今のところ世界記録3分10秒です。挑戦者求む。そうですよ。いやもうそんなサングラスだったの？視界に収まるように。宇田さんがもう全く動かない。またやってるわ。湘南平や。